リブゴルフ消滅危機どのくらいやばいか税理士が数字で説明する。導入、ゴルフ界を揺るがしたリブゴルフがいよいよ終わりを迎えようとしています。サウジの政府系ファンド PIF が投じた総額は2026年現在で実に60億ドル、日本円にして約9300億円に達しています。しかし、これほどの巨額資金を燃やし尽くしながら、なぜ今、消滅の危機に瀕しているのか。結論から言うと、これはビジネス史上稀に見るサウジの一人負けであり、一部のスター選手による完璧な逃げ切り劇です。今日は経営と税務のプロの視点から、この異常なマネーゲームの末路を徹底解説します。巨損。まず直視すべきは、禁酒であるサウジ側が被った損失の異常性です。最新の報告によると、LIV ゴルフの運営法人であるリブゴルフリミテッドは、2024年度だけで約4億6000万ドルの赤字を計上し、2025年も月間1億ドルのペースで資金を溶かし続けました。売上高に対して経費が8倍以上かかるという通常の事業評価、デューデリジェンスでは即座に否決されるレベルの放慢経営です。PIF の総裁、ヤシル・アルルマヤンは、これまで国家の交際費として、この損失を飲み込んできましたが、サウジ国内の財政悪化により、ついにこの底なし沼への送金を停止する損切り決断を下しました。利確。一方で、この狂乱の中で完璧な利確を済ませたのが一部のスター選手たちです。ジョン・ラームは2024年初頭に移籍した際、推定4億5000万ドル、日本円で約700億円というプロスポーツ史上最大級の契約金を手にしました。ブライソン・デシャンボーも1億2500万ドルの契約金に加え、2026年シーズンにはさらに5億ドルの契約更新を要求していたと言われています。彼らが手にしたのは PGA ツアーで30年間トップで居続けても届かないほどの確定キャッシュです。たとえ SLIV が消滅しても返還義務のない契約金をすでに懐に入れた彼らは人生最大の最低取引を成功させた勝者と言えます。誤算。サウジが描いた当初のシナリオは PGA ツアーからスター選手を根こそぎ奪うことで既存の利権構造を瞬時に無力化し、ゴルフ界の独占禁止法を逆手にとって主導権を握るというものでした。しかし、ここには3つの大きな計算違いがありました。1つ目は世界ランキングポイント OWGR の獲得失敗です。ポイントが付与されないことで移籍選手のランキングは急落し、メジャー大会への出場資格を失うリスクが現実となりました。これにより LIV は世界一を決める舞台ではなく引退したスターの展示場というレッテルを貼られてしまいました。2つ目は放送権ビジネスの完全な敗北です。PGA ツアーが年間7億ドル規模の放映権料を得ているのに対し、LIV は当初テレビ局に金を払って枠を買う持ち込み企画の状態から脱却できず、2025年になっても自立した収益源を確保できませんでした。そして3つ目は米司法省の介入です。PGA との和解による早期解決を狙ったサウジでしたが、当局による独占禁止法の調査が長期化したことで和解案は骨抜きにされ、予定していた PGA と LIV の完全統合という出口戦略が事実上封鎖されました。ヤシル・アルルマヤン総裁にとっての最大の誤算は、50億ドル投じればゴルフ界のルールを書き換えられると信じていたことでしょう。しかし実際には伝統と法規制という壁に阻まれ、ただただ高額な選手維持費を払い続けるだけの不良債権化を招いてしまったのです。類似、この LIV ゴルフの迷走は過去のスポーツビジネスの失敗例と驚くほど重なります。一つ目は、かつてアメリカのモータースポーツ界を2分した CART の崩壊です。1990年代 F1 をしのぐ人気を誇った CART は利権争いからインディカーへと分裂しました。スター選手と巨大資本が分散した結果、ファンの関心は急速に冷え込み、スポンサーは一斉に撤退。結局、かつての勢いを取り戻すことなく再統合されるまで、十数年もの失われた時間を費やしました。LIV もまた、ゴルフ界を分断したことで、スポーツとしての純粋な魅力を損なうという同じ轍を踏んでいます。二つ目は、記憶に新しい中国サッカーリーグの爆買いバブルの終焉です。
かつて中国はテベスやオスカルといった世界的なスター選手を当時の相場の数倍にあたる年俸3000万ドルから4000万ドルで引き抜きました。しかし、その実態は企業や政府のメンツを保つための過剰投資に過ぎませんでした。バブルが弾け、禁酒である不動産大手が経営危機に陥ると給与未払いが続出し、チームは次々と消滅。残されたのはかつてのスターたちが去った後の荒れ果てたリーグだけでした。LIV ゴルフが歩んでいる道もこの中国サッカーと酷似しています。収益性を無視し、特定の禁酒の財布にのみ依存したビジネスは、その財布が閉まった瞬間に全てが瓦解します。歴史が証明しているのは、既存のプラットフォームへの敬意と健全なキャッシュフローなキマネーの暴力は、決して永続しないという冷徹な事実です。崩壊。では、なぜ今になって崩壊が加速しているのか。それは、このビジネスモデルが自律的な収益ではなく一人の大富豪の機嫌に依存していたからです。2026年4月現在、サウジ政府は脱石油戦略ビジョン2030の予算配分を見直し、ゴルフよりも国内の AI 産業やインフラ整備に資金を集中させ始めました。その結果、LIV への追加融資が事実上ストップしています。デシャンボーが LIV が続く限りプレーすると神妙に語った裏には予定していたお代わりの5億ドル契約がロと消え、保有するチーム株の価値がゼロになることへの焦燥が見て取れます。蛇口が閉まった瞬間、華やかな舞台は一瞬で砂上の楼閣と化しました。帰還。今後、選手たちは元の主戦場である PGA ツアーへの帰還を模索することになります。しかし、そこには焼け太りしたスターと冷や飯を食わされる中堅の残酷な格差が待っています。ダスティン・ジョンソンやフィル・ミケルソンのようなベテランはすでに数百億円を確保しているため、数億円の制裁金を払って退職金代わりと割り切ればいい。しかし、浅地洋、ユウ選手やコーツマ・ジンイチロー選手のような LIV の巨額賞金を頼りに移籍した中堅選手たちは深刻です。職場を失った上に PGA や日本ツアーへの復帰に際して多額の清算金を要求されれば、LIV で得た利益の多くが吹き飛ぶ実質的な赤字期間になりかねません。脱法。ここで税理士として注目したいのがこの巨額マネーの処理です。特にラームが手にした700億円もの契約金が名目上役務提供の対価なのか、独占契約に伴う一時金なのかで税務上の取り扱いは激変します。もしこれが事実上の贈与や不透明な成功報酬とみなされれば最高税率での課税に加え、国外財産調書の未提出による罰則リスクも浮上します。サウジ側が投資として計上していても、受け取る側の居住国での申告が不適切であれば、それは脱税の入り口となります。もらいすぎた金が数年後の税務調査で人生のバランスシートを食いつぶすリスクを彼らはどこまで想定しているのでしょうか。教訓。今回の騒動から学ぶべき教訓は、出口戦略なき投資は1兆円あってもゴミになるということです。結局、最後に笑ったのは、バブルの最高値で自分を売り抜けたベテランとリスクを負わずに、市場高騰の恩恵を受けた松山英樹選手やスコッティ・シェフラーのような残留組だけでした。目先の超高額報酬と引き換えに、キャリアの絶頂期を日陰で過ごすことになったラームやデシャンボーは評価が分かれるところでしょう。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。